海中探訪ログ#6。見れなかったサンゴの産卵とウミケムシ。はい、見逃し配信やライブのアーカイブが残り、バラエティ番組やドラマを見逃すことがとても少なくなった世の中。そんな中、今年もちゃんと見逃しました。サンゴの産卵。1ヶ月前にもう始まってた？ちょうどその頃ハイナ中卓球部の全巻セットを買って、モラトリアムなあの頃を思い出しながらのんびり読んでたよ。でも、まだサンゴの産卵は見れる、と信じ、満月のある夜、ふっと、思い出し、よっ急いで海へ、が、自然派シビア、サンゴの産卵は見ることができませんでした。終わり、おまけ、一応、海中を漂う精子と卵が入っているカプセル、バンドルらしきものは、見ることができた。いや、見えんね。ごめん、また来年チャレンジしたい。この海の埋め立て工事が始まっていなければ、泣きたい。そん中で観察できたのは、夜ならではの生き物たち、イソギンチャクの仲間、イカリナマコのように触手を一本一本きれいに口まで運んで海中に浮かぶ浮遊物を食べていました。なんか、無限に見てられる。テレビ台の上に飾りたいね。そして、夜活動する飯島海蛇。こんばんは、夜分遅くにすみません。彼らは一応夜も活動するみたい。いつもの花房イソギンチャク。昼間よりも房が閉じている気がする。気のせい？そして、多かったのが多毛類の仲間。見るものを寄せ付けぬふさふさな体毛、とくねくねムーブ。彼らはうまく体をくねらせて、イボ足と呼ばれる体の側面の毛で水をかき分け泳いでいるように見えます。魅力的な生き物です。が、小学生の頃、公園の遊歩道を塞ぐように佇み、我々の行く手を阻んできたあいつ。そう、オオジョロウグモ、と同じく、人間の本能に恐怖心を植え付けるタイプの生き物だ。彼らは、昼間は砂の中や岩の下に隠れています。彼らは何のために泳いでいるのでしょうか？この日はこのウミケムシが泳いでいる姿を複数見ることができた。その他、細くたなびく神秘的なプランクトンや、赤く葉末端が膨らんだこちらも神秘的なプランクトンが多くいました。あと夏を知らせる、タコクラゲ、の子供もいた。夜は昼と全く違う生き物たちが活動していて、神秘的かつ不気味でした。終わり、おまけ、泳いでいた多毛類について、この泳いでいたケムクジャラの多毛類の種類は、わかりませんでした。が、沖縄防衛局の2012年のキャンプシュワブ、AKA ヘノコの調査資料を見ると、ハナオレウミケムシ、カノコウミケムシ、縦縞ウミケムシ、の、3種のウミケムシ類が確認されており、おそらく動画のウミケムシ派ハナオレウミケムシではないかと思っている。そして、このハナオレウミケムシの学名派、エオリーテヨエ、コムプラナタ、パッラス、1766。で、世界中の海で生息が確認されており、英語で、ファイヤーワーム、火の線虫、と呼ばれている。2010年の研究によると、もっと複数の種に分類されるみたい。が、自然環境下での生殖活動などについてはまだ分かっていない。何のために泳いでいたのかな？泳いでいた時は、なんとなく海中の浮遊物を食べるために泳いでいたのかなと思っていましたが、多毛類の仲間は満月の夜に、生殖遊泳という行動をするらしい。ちなみに、内地のシーバスフィッシングではバチ抜けという、生殖遊泳する魚介類に似せたルアーを使って釣りをするらしい。夜に遊泳していたウミケムシを複数見ることができたのは、もしかしたら生殖のために遊泳していたからかも。いやわからんね。ウミケムシ派サンゴの産卵と同様に魅力的で謎が多い興味深い生き物でした。次あったら、捕まえてじっくり見てみよう。怖いけど、終わり。